ドクターさん、ロドスに実用的なインテリアを増やそうとか考えたことはありますか？例えば、修道院の酒樽なんかを。蘭電修道院の修道士は普通の聖職者とは違いますよ。私たちは祈祷を行うよりも武器を掲げてラテラーノを守ることの方が手につくのです。とは言ったものの、ここ数年の財政状況は芳しくありません。信仰心を抱きながら他人の正義を守ることも主は許してくださるでしょう。ドクターさんはビールかパンにご興味はありますか？というのも、私は蘭電修道院第377回発酵食品大会の優勝者なんですよ。え、大丈夫です？そうですか。本当は、あのふわふわのパンと香り高いビールを寺中に広めたいんですよね。そうすれば、きっと収入も。エクシアさんあの3年間で母校を17回も爆破した噂に名高い伝説がロドスにいるだなんて。彼女のお仲間には腕の立つ商人が何人かいるようですが、爆破されるリスクを抱えながら修道院を再建するのは、やはりやめておきましょう。種類の違う矢にはそれぞれ違った使い方があるんですよ。シスターのみんなには弓が得意な人も多いですが、自慢じゃないですけど、どんな作戦にも対応できるのは私一人しかいませんよ。少なくとも同級生の中ではそうなんです。修道院を出てから私の矢は法王朝を支えるだけでなく、不平等な扱いを受けたたくさんの感染者の力になれることに気づきました。とても誇りに思いますが、時々ただ弓を引いて矢を放っていたあの日々を思い出すんです。今は一夜一夜がとても重くなりましたから。修道院を再建するためにシスターのみんなは寺各地に営業に出ています。はぁ、代々ラテラーノを守り続けてきた蘭電修道院が人材派遣機関だなんて。あのご老人たちにはもっと予算を回してほしいものです。財を授けるよりも財を授けよなんて、そんな言い訳が通用するはずないでしょう。ロドスはラテラーノとは全く違います。心にそれぞれの景色を抱いた人たちを一つにまとめ上げることができるのは本当にすごいと思います。ドクターさん、こちらを引退したら修道院で教鞭を取っていただく件、ぜひご一考くださいね。信仰心の問題？大丈夫ですよ。みんな気にしませんから。春先にはみんなでその辺の伸びすぎたつるを整えて、夕方になると穴蔵からお酒を出して、グラスに映った夕日を一気に飲み干すんです。儀式？いいえ、ただの習慣ですよ。私たちは生活と信仰が一体になっていますし、それを失ってしまいたくないだけです。鐘の音が聞こえたような。まあ、気のせいですよね。蘭電修道院所属の修道士、アルケットです。名高い蘭電修道院を再建するため、本日より記者と正式に契約を結ばせていただきます。ドクターさんもこちらの契約書に必ず目を通しておいてくださいね。ふむふむ。こちらがロドスのオペレーターの戦い方ですね。様になっています。昇進ですか。感謝いたします。え？落ち着いている？もちろんです。5年も続けて二日酔いで全員寝坊した優秀修道士の表彰式に参加したことを思い出せば、この程度のことでは動じませんよ。また昇進ですか。どうやら外の企業はどこも役職とその上下関係を気にされるんですね。とにかく
私の優秀さが証明されたということで、改めて修道院と長期契約を結ぶおつもりはありませんか？ロドスに蘭電修道院の抜きん出た戦術素養をお見せしましょう。シスターのみんなと一緒の時はいつも意見がバラバラですが、私が指揮を取ればよりスマートにできるはず。尽力いたします。矢はつがえてあります。敵を発見。ご命令を。どの矢を使えばいいですか？獲物を見つけました。主の祝福があらんことを。弓を引いて、狙いを定めて、放つ！弦の振動を感じて、福音が指先に集まる。弦には3つの選択が、敵には3種の苦難があります。修道院の鐘が末永く鳴り響かんことを。これは勝利を願う祈祷です。とはいえ、すでに勝利していますけどね。はい。私が参戦したからには当然の結果です。これでもう、誰も蘭電修道院がラテラーノの飾り物だなんて思いませんよね。挽回のチャンスをください。これは私個人の失策であって、修道院がこの程度というわけでは絶対にありませんよ。壁の外の戦いは、こんなに残酷なものだったんですか。陰鬱なところですね。修道院のような明るさがまるでありません。どうされましたか？ドクターさん、ラテラーノの遊覧にお誘いしようか考えていたところです。そうすれば、修道院にもっと興味を持っていただけるかと思って。アークナイツ！ドクターさんに、主の祝福があらんこと。